球の皆さんこんにちは。ゼットン2代目癒し系、どうも月くんです。ウルトラシリーズにおける強敵の代名詞ゼットン。ウルトラシリーズに興味がない人でも知っている人が多い元祖最強怪獣ですね。無機質な外見と独特の電子音のような音に加えて、その圧倒的な戦闘力で強烈なインパクトを残して大人気となった怪獣です。このゼットンは歴代でかなりの数、かなりの種類が登場しているんですけど、実は戦い方にそれぞれ特徴があっていろんなゼットンがいます。今日の動画はその全ゼットンの中での最強ランキングトップ5です。どうしても決めきれなくて5位が2体いるので実質トップ6ですけど、今回はベリアル合成獣などの合体系やクローンゼットンやファイヤーゼットン、強魔人ゼットンなどは選考外にしています。当時のインパクトとか人気とか知名度とか個人的な好みとかは度外視で、純粋な強さのみでランキングをつけさせていただきました。強さ順に並べたら大体こうなるよねというだけで特に深い意味はないですので、どうか気楽にご覧ください。チャンネル登録をしてくれたらペンシルロケット型無重力弾をプレゼントします。それではランキング発表です。どうぞ。5位対1体目はウルトラマン39話さらばウルトラマンに登場したゼットンです。言わずと知れた元祖最強怪獣で、初代ウルトラマンを完膚なきまでに叩きのめして、たくさんの大きなお友達や小さなお友達にトラウマを植え付けたスター怪獣。全てのゼットンの戦闘スタイルはこのゼットンからの派生で、まさに元祖ゼットンです。ウルトラマンの体術が通用しないフィジカルの強さ、八つ咲き降臨を跳ね返すバリア、一瞬で消えたように移動するテレポーテーション、スペシウム光線を含めて光線を吸収して放つゼットンブレイカー、そして一丁度の火球、どれも超強力で、特にこの初代に出てきた個体は全ての能力をバランスよく使える優秀な個体でした。ウルトラマンの最後の敵であり、ゼットンの歴史の始まりの怪獣でもある初代ゼットンが5位にランクイン。5位対2体目はウルトラマンマックス13話ゼットンの娘に登場したゼットンマックス個体。このゼットンはテレポーテーションとマックスブレイカーは使えません。というか少なくとも作中では使っていません。じゃあヌルゲーなんじゃねと思ったそこのあなた、残念ながらこのゼットンもめちゃくちゃ強いです。このゼットンは超防具型の個体で、大体のゼットンはウルトラマンの攻撃が当たれば多少なりともよろけたりはするんですけど、この個体はマックスの打撃をノーガードでフル無視できるぐらいフィジカルが強いです。ただでさえフィジカルエリートのゼットンですけど、この個体はその中でもかなりのゴリマッチョです。バリアーも360度視覚がなくなっていて、ゼットンシャッターという名前がついていて、しかもこのゼットンシャッター、ゼットンの意思と関係なくオートで発動します。ナルトのガーラみたいな感じで、本体に攻撃が来ると勝手に発動して勝手にガードします。チートすぎー。もちろん強度もバッチリで、マクシウムカノンもマクシウムソードも完璧にガードしました。ちなみにこのゼットンシャッターは多少ひびが入っても次に出した時にはもうすでに治っています。防御力に超特化したゼットンマックス個体が5位にランクイン。4位はウルトラマンオーブ21話青いリボンの少女に登場したハイパーゼットンデッサイスリザーバー。ハイパーゼットンデッサイスリザーバーはテレポートをしまくって敵の隙をついて戦う戦闘スタイルで、どちらかというとスピードタイプという感じです。ゼットンおなじみの他の能力も使えるらしいんですけど、テレポートを好んで使います。リザーバーじゃない普通のデッサイスはオーブのハリケーンスラッシュに負けたんですけど、このデッサイスリザーバーはオーブオリジン相手に戦って優勢で、マーヤという少女に助けてもらわなければかなりオーブは危なかったというほどの強さです。オーブオリジンをあと一歩まで追い詰めたハイパーゼットンデッサイスリザーバーが4位にランクイン。3位はウルトラマン X8 話狙われた X に登場したゼットン。ゼットン X 個体は高い攻撃力と高い防御力を兼ね備えた原種のゼットンの中でも優等生な個体です。アーマーをまとって防御に徹した X の
ガードの上から殴ってダメージを与えるほどの攻撃力を持っていて、もちろん例の火球も撃てます。バリアもマックス個体のようなオート機能はないですけど、360度視覚なしのタイプのバリアで波の攻撃は一切通用しません。ウルトラマン X に絶望的な力の差を見せつけて完膚なきまでに叩きのめしたゼットン X 個体が3位にランクイン。2位はウルトラマン銀河 S14 話復活のルギエルに登場したハイパーゼットンイマーゴ SD。SD スパークドールズなので本家よりはかなり力を劣っているはずなんですけど、それでもウルトラマン銀河を圧倒してウルトラマンビクトリーが助けに来て2対1になった後でも互角の戦いを繰り広げました。ハイパーゼットンの能力は一通り使えて、スペシウム光線を跳ね返してテレポートで2人のウルトラマンの攻撃をかわしまくるなど大暴れしました。人質を取って盾にする知能もあって SD でありながら十分な強さを見せつけたハイパーゼットンイマーゴ SD が2位にランクイン。1位はウルトラマンサーガに登場したハイパーゼットンイマーゴ。まずイマーゴになる前のハイパーゼットンギガントの時点でウルトラマンゼロ、ダイナ、コスモスの3人が協力して倒しています。ギガントの時点で劇場版のメインの怪獣となれる強さを持っています。それがさらに進化して完全体となったのがこのイマーゴで、サイズはギガントに比べて小さくなるというドラゴンボールのフリーザみたいなシステムです。控えめに言ってぶっ壊れるレベルに強くて、このランキングもぶっちぎりのダントツで1位です。初代 Z の能力をそのまま何段階もパワーアップさせたような戦闘スタイルで、火力もあって硬くて速いです。特にハイパーゼットンテレポートとハイパーゼットンアブソーブの2つの能力が厄介で、テレポートはゼロ、ダイナ、コスモスが3人がかりで一斉に攻撃しても全く攻撃が当たらないほど回避性能が高くて、アブソーブは3人の必殺技同時発射を全て吸収して、しかも増幅して打ち返しました。強力なバリアも張れて飛行能力も高くて、しかも怪獣兵器まで出せるチート怪獣です。3人のウルトラマンをボコった後に現れたあのウルトラマンサーガとも超ハイレベルな互角の戦いを繰り広げました。歴代ウルトラ怪獣の中でも上位に入るほどの圧倒的な強さを見せたハイパーゼットンイマーゴがぶっちぎりの1位。最強 Z のランキングトップ5でした。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。他にも紹介したい Z たくさんいたんですけど、また別の企画を考えてその時に動画にします。最近は量産型のハイパーゼットンですとか SD ですとかレイバトスの再生で弱体化している個体とかいろいろ出てきたので、ハイパーゼットン自体がモブみたいな扱いになりつつあるんですけど、ウルトラマンサーガに出てきたハイパーゼットンはやっぱりめちゃくちゃ強いですので、もしまだ見てない方がいらっしゃいましたらぜひ見てください。ゼットンは育成次第で戦闘スタイルや強さが全然違いますので、今後もゼットン出てくると思いますけど、どんな戦いを見せてくれるか非常に楽しみですね。こんな感じのランキング動画ですとか解説動画、本編の補足動画などウルトラマン関連の動画をどんどん公開していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でさよなら。